Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい。ということで、皆さんお気づきでしょうか？今日はいつもと違うスタイルで撮影しております。今日はですね、机とパソコンを用意して動画を撮ってみております。じゃあ、なんでこのスタイルで今日は撮っているかと言いますと、今日のテーマは、ででん！私とお母さんの日本語の会話を聞いて一緒に勉強してみよう！はい。というのがテーマでございます。はい。私ですね、今3月なので2ヶ月前ですね。1月に地元の茨城県から愛知県に引っ越しをしました。はい。なので、お母さんは地元の茨城県にいるので、今はもう一緒に住んでいません。はい。ということで、もう一緒に、並んで動画を撮るっていうのができないので、ちょっと電話で動画に出てもらえないかなっていうのを聞いてみました。そしたらね、いいよって言ってくれたので、ちょっとそれでやってみようかなと思います。はい。みずきチャンネル登録お願いします。音がもしかしたらちょっと良くないかもしれないんですけど、ちょっとね、これで聞いてみてください。はい、じゃあ、ということで、今からですね、このパソコンを使って電話をかけてみたいと思います。はい、出てくれるかな？一応ね、何時ぐらいに電話するよって言ったので、出てくれるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっとかけてみますね。はい。で、ポイントなんですけど、今私皆さんに敬語で話してるじゃないですか。ね。それはまあもちろん当たり前だと思うんですけど、お母さんとは敬語なしで喋りますので、この敬語じゃない話し方に変わる瞬間っていうのをね、皆さんぜひ聞いてください。はい。じゃあ、かけてみましょう。出てくれるかな？多分ね、大丈夫だと思うんですけど、ちょっとね、かけてみたいと思います。もしもーし。聞こえる？うん、聞こえるよ。お、よかった。出てくれないかと思った。あれなんでなんか、ちょっとコール音が長かったから、あ、そうなの？忘れちゃったかこっちはね、と思ったけど。3コールしか鳴ってないよ。あ、なるほど。うんうん。じゃあ、私がただのせっかちだったということで。何コール鳴ってたのかな？わかんない。5回ぐらい。うん、多分。今暇？うん、今だよ。じゃあちょっと質問をしたいんだけど、いい？うん、うん、いいよ。私の方の声は聞こえてるかな？聞こえてるよ。一応これね、パソコンで音量マックスにしてるから大丈夫だと思うんですけど。うん、なるほど。こっちはスピーカーにして聞いて話してるけど、いいかな？うん、いいよ。うん、オッケはい、じゃあ気持ち大きめでお願いします。ー。わかりました。はい。で、一つ目の質問は、うん、まず、私がね、今20代だと思うんだけど、うん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 。20代の頃、どんな大人になると思っていましたかっていう質問です。おー。あの、20代の頃？そう。今の年齢は、うん言わないであげるね。お願いします。そこだけは絶対に秘密でよろしくね。はい、わかりました。はい。はい。はい。20代の頃に20代の頃に、はい。はい。なんか自分はなんとなく、うん。10年後、20年後、30年後、どんな大人になってるかなって考えたことあった？20代の頃にうん。
そうね。その頃のことそんなにたくさん覚えてないけれど、まあまあ、そうだよね。でもまあ20代の頃ってまだ自分のことしか考える余裕がない時期だったと思うけど、その当時はまあ、そうだね、きっと10年後20年後とかにうん、女の人は、うん、家に結婚して家に入って専業主婦になって子供を育てていくか、あとは、バリバリキャリアウーマンみたいになって働いていくかみたいなのの選択肢がこうメジャーっていうか人気あるっていうかそういう時代だったんだけど、仕事か家庭かみたいな。そう、仕事か家庭かみたいな。そうですね。その言い方がいいと思う。でも、私はそのどちらも取りたかったから、まあ両方できる大人になりたいと思っていたよ。おお。どっちかだけだとちょっとつまんないかなみたいな感じ？そうだね。どっちも幸せなんだろうなって思ってたので、まあ仕事もそれなりにやって、で家庭も大事にするような大人になりたいと思っていたと思う。それはなんかさ、どれぐらい働いて、どれぐらいまあ家にいるじゃないけど、そういうイメージはあった。例えば普通に1日8時間フルで働いて、でそれでかつ家のこともやりたいのか、ちょっとだけ働けばいいのか。私の場合はきっと、そうね、その半分ぐらい、週の半分ぐらいで時間もまあ、もうちょっと短めに働いてっていう感じで考えてたと思う。それ以外の時間はもう子育てとかをしたりするかなって思ってた。まあ子育てしたり、もちろん自分の楽しみも欲しかったから、自分の好きなこととか趣味とかそういう時間も欲しいと思っていたから、それもやりたいと思っていたと思う。なるほど。まあね、めっちゃ昔のことだからね、ぼんやり。そう、ぼんやりね。きっとね。なるほどね。じゃあそれでさ、そのイメージのまんま生きてって、で今どうなった？今っていうかまあその後、そのイメージ通りになったか、全然違ったか、どんな感じになってった？なるほど。まあ私は性格上、まあ少し自由に生きていたいタイプだと思うので、まあ自由に生きてる中で、でもね、子育てもしてっていうので、まあその時のぼんやりした考えにだいぶ近い感じにはなったんじゃないかな。と思う。だいぶ近い感じっていうと、だいぶ近い感じ。まあ仕事もそこそこしてきて、でも、家族も大事にしてっていうところ、あとは自分の好きな趣味とか、まあ、友達と会ったり、そういうのも、それなりに自由にできているし、そういう意味ではできているかな。じゃあ私とか、葵とか子供たちとの時間も十分に取れてこれましたか？そうだね。だいぶ伊月葵とは、そう時間をとって大事に
一緒に過ごしてきたと思っている。うん、ので、まあ、今はね少しみんなそれぞれ自立していろんなところにいるけれども、でもなんかそれまでの時間はまあいい時間を過ごしてきたから今の仲のいい関係があるかなって思ってるしね。おー、よかったですね。そうだね。じゃあ最後にアドバイスをもらえたらいいなと思うんだけど、だいたいね私の2倍くらいは、まあ、生きてきたんじゃないかなって。2割？2倍2倍ね。そう2倍ね。ああ、2倍。はい。そう、これだったら年齢バレないでしょ？そう、大体だよ。そう、私の年齢特に言ってないから。ああ、よかった。そう。だから、そう、私の、そう、大体2倍くらいは生きてきたと思うんだけど、その今までの経験を考えて、今の20代の私にアドバイスをお願いします。おー、アドバイスしていいんだね。どういうこと？怖いんだけど。怖いよね。そんなこと言われたことないから、ちょっとびっくりしちゃうんだけど、そうだね。アドバイスっていうか、まあ、そんなね、偉そうなことは言えないんだけど、まあやっぱり自分のやりたいこととか、こうそういうのをすごくよく考えて、なんか小さくまとまらないでほしいというか、いろんなことをこうやってみたいとか、なんていうの？もちろんね、限度があるいろんな、ね、金銭面とかもあるだろうし、まあね、時間も限られてるから、まあいろいろあるけれど、まあね、その20代とか30代の頃のその活力のある時期にしかまあやれないこととかもたくさんあると思うし、だからそういうこう時にこう自分がこうやりたいなってこう直感的に思ったりしたことは、まあまあ間違ってないと思うから、そういうのをこうやって自分が、やってよかったみたいなのをこう積み重ねていってほしい。でそうするとなんかこう満足したこう私ぐらいの年齢になってもなんかやってきたことは良かったなとか、それがあるから今の私があるんだなとか思えるようになる気がするので、そうそうでそれがたとえこうトライして失敗しても関係ない。こう失敗をみんなほら恐れてよくやらないとかあるけど、それは気にせずそうやってみるっていうことがすごく大切だと思うから、それは仕事にしても遊びにしても人間関係にしても、なので、その辺はこう何でもやってみていいんじゃないかなっていうのが私の小さなアドバイスです。小さくない小さくない。まあまあ重大な意味があるアドバイスだったけど。そうだね。はい。じゃああれだね、とりあえず20代30代の元気なうちにやりたいようにやりなさいと、そんな感じ。そんな感じ。なんかさ、なんか別にそうね、はい。はい。なんかやった後にする後悔より、やらなかった後悔の方が大きくなるっていう話も聞くし、まあそうじゃないっていう人もいるっていう話も聞いたことあるんだけど、実際どうだった？なんかあの時やればよかったなっていう後悔の方が大きかったりする？それは本当にすごくそう思う。だからやった方が
その時多少お金かかったとしても、失敗したとしても、やりたいことはなるべくやる。でもちろんね、そのほら危ないこととか良くないこともちろん見極めて、何でもいいってわけじゃないけど、まあそりゃそうだね。そうだね、自分のこう人生の中でこれはやってみたら素晴らしいんじゃないかって思うようなことは、いやでもなって、ほらお金ないしとか時間ないしって考える前に、とりあえずやってみようっていうの方が、後々そうだね、後悔しないと思う。そうだね。まあ何歳まで生きられるかも分かんないしね。そうね。本当。明日は何があるか分からないから。それなら今のうちにね。そうだね。なんかさ、このテーマっていうか質問、なんとなく考えたんだけど、意外となんか深い質問だったから、最初なんかそう10分ぐらいで、終わるかなと思ったけど、なんかすごい話が割と広がったから、まあよかった。よかったね。1時間でも話せそうだけど、そう話せそうなんだけど、ちょっと長すぎると編集が大変になるから、そうだね。ここら辺にしておく。分かった。はい。あとはじゃあプライベートで。OK。はい。じゃあとりあえずこんな感じで、ありがとう、時間を取ってくれて。いいえ、どういたしまして。はい。じゃあまたね。はい。じゃあ切るね。はい。バイバイ。はい。はい。ということで、今言っていた通りなんですけど、そう、10分ないぐらい ?7 分、8分ぐらい話せたらいいかなと思っておりましたが、なんとですね、今どれくらいかな14分も話していました。はい。なので、ちょっとね、長い動画になっちゃったんですけど、皆さんね、よかったら、このお母さんと娘のリアルな日本語での会話っていうのを聞いてみてください。はい。ですね。で、この会話からいくつか日本語をピックアップして、で、それまた紹介できたらいいなって思いますので、はい、今から私動画チェックして、ピックアップして、また皆さんの前に登場しますので、お待ちください。はい。1、10年後です。例えば、10年後、私は日本で働きたいです。で、これは数字を置き換えてもいいです。例えば、1年後、2年後、3年後のようにいろんな数字と使うことができます。はい。10年後、私は日本で働きたいです。はい。じゃあ、2つ目。2、専業主婦。例えば、専業主婦として毎日家事と育児を頑張っています。というように使います。はい。専業主婦という言葉が日本語にはあります。はい。これは、外で仕事をする代わりに、お家のことをやりますよ、という感じですね。はい。なので、家事、洗濯とか掃除、料理、いろんな家事をやったりとか、子供がいる場合は子育てをする、育児をする、そんな感じです。専業主婦。はい。専業主婦として毎日家事と育児を頑張っています。はい。それじゃあ3つ目。3、ぼんやり。例えば、昔のことをぼんやりと覚えている。はい。昔のことをぼんやりと覚えている。はい。これは、はっきりの反対になります。はい。なので、100% 全部覚えているわけではないんですけど、ぼんやり、なんとなくちょっとだけ覚えている。そんな感じです。はい。じゃあ、最後、4つ目。4、活力
です。はい。例えば、このチームは活力があります。みんなが試合に勝ちたいと思っているので、毎日練習しています。というように使います。はい。もう一回いきますね。このチームは活力があります。みんなが試合に勝ちたいと思っているので、毎日練習しています。はい。これね、ちょっと難しい言葉かもしれないですけど、活力という言葉です。これは、活動する、動くための力がある、エネルギーがあるというような意味になります。なので、ある、ないとよく使うんですけど、そうですね。今日は活力がある、ないというように使います。はい。この4つですね。今、私とお母さんの会話を撮影した動画を見て、で、ピックアップして、今メモして皆さんに紹介してみました。はい。なので、この4つですね。自分でも勉強してみてください。はい。それでは今日の動画はここまでにしたいと思います。はい。そして、いつも通り紹介なんですけど、私はプレプリーというプラットフォームで日本語レッスンをしております。なので、もしよかったら、そのレッスンも遊びに来てください。はい。プレプリーの、私の URL は概要欄に貼ってあります。それじゃあ、今日も来てくださってありがとうございました。それじゃあまた次回お会いしましょう。またねー。See you later. バイバーイ。